DMM-VR シアターオープニング記者発表会にお越しくださいまして誠にありがとうございます。まずはじめに DMM フューチャーワークス代表取締役黒田孝康よりこの DMM-VR シアターの機能特徴につきまして説明をさせていただきたいと思います。それでは黒田社長よろしくお願いいたします。本日はお足元の悪い中ご来館いただきありがとうございました。ご覧いただきましたように、当館シアター、いわゆる劇場形式になっておりまして、ライブエンターテインメントであったりとか演劇であったりとか、そういったものを用途に作っている、会場ではありますが、それとは別途ですね、こういった形で、パフォーマンスですね、プレゼンテーションを行うような形の利用も可能となっております。申し遅れました。株式会社 DM フューチャーワークスの代表取締役黒田と申します。当館に関しての名称になるんですが、ご案内をお送りさせていただきました通り、こちら DMM-VR シアターと名付けさせていただきました。でこの VR という、単語になりますが、なかなかその今馴染みがあるかどうかかなり微妙なラインの単語かなと思っておりますが VR、バーチャルリアリティという、言語の、略称になっております。バーチャルリアリティいわゆる、仮想現実になりますが、この空間上やはり当然その存在しないキャラクターあるいは人物を投影するということではありますので、まさにこの仮想現実というのを謳わせていただいている感にはなっております。で VR という名称ですとご存知の方はどちらかというとこういったですね、ウェアラブルデバイスを思い浮かべる方の方がやはり多いのではないかなというふうに、感じます。でこの、オキュラスリストであったり、ソニーコンピューター社のモーフィアスと呼ばれるような、密閉型の VR デバイスというのが比較的今普及し始めているところではありまして、これはですね、やはり映画の 3D 示唆で見せるような形の立体映像に近く、2枚の異なった映像を重ね合わせることで、立体感を、密閉された空間の中で体験できるというようなデバイスになっておりますが、この劇場に関してはご覧いただいた通り、かなり開かれた空間の中に、存在しないはずのキャラクターであったり人間が登場しているというようなところで言いますと、どちらかというとですね、こういった透過型の VR デバイスに近いしつらえとなっております。ご覧いただいているのは Google グラスになりますが、それ以外にも、年始に発表されましたマイクロソフトのホロレンズというような商品であったりとか、こちらが透過型の VR デバイスというのも一つ今、新たな潮流として生まれてきているのかなと思いますが、我々の、こちらに出題させていただきましたステージシステムではこちらのですね、透過型の、VR デバイスと同様の仕組みを持った、大きな仕掛けをですねこのステージ上に設置をしているというような概念になります。違いはですね、単純にこの今ご覧いただいている、右目の手前にある、この小さなデバイスですね、眼球との距離が非常に近しいためこのサイズ感で問題ないんですけれども、皆様とこのステージの間にはかなり、数メーター単位での距離がありますので、それだけの、サイズ感を持ったステージを改めて用意させていただいているというような形になっております。ではどういった仕組みをもとに、このステージが成り立っているのかというお話なんですけれども、ご存知の方、なかなかちょっといらっしゃらないかもしれないですが、ペッパーズゴーストという原理を利用しております。でこれがすごく最新の技術かというとですね、実は全くそんなことはなく、もうこのペッパーズゴーストという原理自体は200年以上前から、舞台演劇の世界、特に、ヨーロッパの舞台演劇の世界では幾度となく使われてきている、原理になります。もう自然現象に近いと言ってもいいんですけれども、じゃあ200年以上前の、演劇舞台でどのように使われていたかと申しますと、ご覧いただく、こちらの、図面の通りになるんですけれども、このステージ上にですね、人が立っているかのように見えるというしつらいになっているんですが、このステージの地面の下にですね、投光器と、隠し部屋を用意しておりまして、お客さんから見えない位置に、こういった、隠し部屋と装置を設置することで、鏡の反射を利用してですね、ステージ上に人が登場しているように見えるというような仕組みになります。でまさにこの辺りに、立てかけてある斜めのガラスというのが、今回の仕掛けの肝になってはいるんですけれども、実は皆様の客席から見えないだけでですね、このステージ上には、透明な斜めの硬質フィルムが貼ってあります。
後ほどご覧いただければと思うんですけれども、この光質フィルムに、反射している地面の映像を皆様が錯覚していて、ステージ上にキャラクターであったりとか人物が立っているように見えるというのがこの、ステージの原理となっております。ですので、原理的には非常に古いものを利用しているんですが、例えば我々が、利用して、ここ7年前ぐらいに、なんとなく、開発させていただきました初音ミクというバーチャルアーティストのライブコンサートも実は、そんなに新しいものではなくてですね、これも、プロジェクターをお客さんに正対して透明なアクリルボードに移すというようなことで像を結んでいるので、比較的やはり実用レベルで汎用度の高いステージ上の仕組みというのをやはり考えていくというような形になっていきますと、最新の技術だけに頼るのではなく、原理としてはやはり使い古されて安定性のあるものを利用していかなければエンターテインメントとして成立するのが非常に難しいというようなしつらいになっております。ですので改めて我々はこういった仕組みを利用してステージ上に仕組みを作っているわけなんですけれども、ではじゃあこの200年前とこれ何が違っているのかという一点になりますが、これは非常にシンプルでして、当然このステージの下には隠し部屋のようなものはありません。床面には高精細な LED を設置させていただきました。この 1.9 ミリピッチ世界最強クラスと呼ばせていただいているものになるんですが、LED を床面に敷いているというのがちょっとなかなかLED ですとかそういったデジタルサイネージに詳しい方でいうと、かなり無茶な使い方をしてるなというふうな印象かなと思うんですが、今やはり床面にですね映像を寝せるように投影しており、それを、透明の光質フィルムが反射してここに映像が映っているかのように見えているというのが基本原理になっております。でやはりこの、LED1.9 ミリピッチという非常に、高精細解像度の高くかつ光量の強いものを利用しているというのが非常にポイントになっておりまして、このペッパーズゴーストを利用した舞台の仕組み、舞台演出的な形のものはですね、世界各国さまざまな試みで行われているものではあるんですけれども、まさに皆さんご覧いただいたようなこの規模でこの完成度で、この明るさ、クオリティ、立体感、そういった全ての要素を兼ね備えて投影されている劇場というのはやはりこの、DMMVR シアターに比類するものは今世界各国どこにでもございません。ですので、ただ我々としてもですね、こういった、仕組み上のお話で素晴らしい、ものを作りましたというところが重要ではなく、やはり、こういった世界初世界最高峰のテクノロジーを利用していながらも、そういった舞台演出を持った上でどういったコンテンツを作っていくのかというところを非常に重要視しております。これでですね、こけら落とし公演として、用意させていただいておりますのが、ヒレクリスタルプロジェクト、レディオシティという公演になります。x ジャパンのヒデさんを、メインに据えた、公演になっておりまして、非常にですね、作り込み具合としてはこれもやはり CG 等々に詳しい方でいうと驚かれるような、レベルの作り込みをしております。でご覧いただいておりますのが、実際にですね、ステージ上に投影されておりますヒデさんを、かなりアップにしたものになりますが、まさにこの毛穴の一つ一つ、それからもう髪の質感一本一本まで、まさにそれから目の光彩ですね、細かなニュアンスまで、表情的には再現できるように作っております。でこれがですねやはり非常に重要でして、当然お客様側からの席に、座っていただいてステージ上を見ると表情の細かいニュアンスっていうのは実はやはり分からないというのが一般的な通念になるんですけれども、ところがですねやはり表情、特に顔に当たる部分を、作り込んでいるか作り込んでいないかによって、立体感ですとかリアリティですとかそういったものがかなり変わってきています。ですので、ハードウェア的にもやはり、そういった形でいうと非常に、作り込まれた要素があるんですけれども、今度はステージ上に投影される像自体も、規格外のこういった CG を作っているというのが、この劇場の特色だったりもしています。でですね、これが、まさにどのぐらい重要なのかというお話になるんですけれども、不気味の谷という、理論があります。こういった形で人間に近づけたものを、作り起こしていく上でどうしてもですね、一定の値まではこの A で書いてあるところになるんですけれども、順調に、クオリティを突き詰めて作業を進めていくほどクオリティが上がって人間に近づいていくんですけれども、人間にちょっと近づきすぎるとですね逆に、途端に人間に見えない気持ち悪さが生まれてしまう、このキャズムにあたる部分が、ベージュで
ハイライトさせていただいた B のエリアになるのですが、なかなかですねこの不気味の谷と呼ばれる B 体を超える、ホログラフィック、あるいはこういった、亡くなられた方を再現するような、CG というのは、生まれてこなかったのではないかなと思います。で我々がやはり目指しているのは、当然ハードウェア的にもソフトウェア的にもこの不気味の谷を超えてより、人間に近い、この C の領域をさらに、超えたものですね、をステージ上に再現していくというところを今目指しております。でやはりその上で非常に重要になってきますのが、どうしてもこのお話不気味の谷という原理自体は人間に近づける、人間っぽく見えるための、努力、あるいは研鑽であったりはしておりまして、人間に見えることは当然このステージ上では最低限重要なことではありまして、例えばですけれどもここでヒデさんの講演を行うと。でヒデさんの講演を行った時にこのステージ上でお客さんが見たいのは決して人間っぽい人のパフォーマンスではなくて、やはりヒデさん自身を見たいと。そう考えた時にやはりこの人間っぽく見えるものの先というのを我々がいかに突き詰めていってお客さんに対してより満足していただけるような講演を作っていくかというところがやはり重要ではないかなと思っております。ですのでまさにこれからさまざまな、講演がこのステージ上で行われていくとは思うんですけれども、まさに A 体の、非常に検索キーであったりとか B 体の不気味の谷のまさにキャズムの部分であったりとか、そういった部分をさらに超えた先でお客様にとっても非常に満足度の高い講演をいかに作っていくかということをテーマとしております。そういった形で、このステージ上に関してなんですけれども、ご覧いただいたように、背景にスクリーンに投影しておりますプロジェクターからの映像と、それから今ご説明させていただきましたこの、透明な幕に映っているレイヤーの2枚が映像として存在しているような形になります。それから舞台演出照明ですね。でご覧いただきましたように先ほどの、ふなっしーさんあるいはヒデさんもそうなんですけれども、舞台上の照明と CG 上の照明というのが連動するような形になっております。これかなり、ポイントとしては大きくてですね、人間の感覚でいうと、照明実際に当たっている照明とそれから、空間上に投影されている映像に当たっている照明が一致してないとですね、理屈ではなくかなり気持ち悪さを感じてしまいます。まさにそこを整合させるための仕組みがこのステージ上にはあるというようなところが一つ。それから、9.1 チャンネルサラウンド音響と。でこれもやはり我々も作っていく過程の上で驚いたことではあるんですけれども、音響がですね良くなれば良くなるほど映像の立体感が上がります。そういった形でさまざまな、しつらえでですねより映像の立体感存在感自体を高めるための、トライをしているというのがこの劇場の仕組みの部分になっております。でざっと見ていただきますとまさにこういった形でご説明させていただくのが分かりやすいかなと思っておりますが、背景の1080ピクセル×ことの2540ピクセルと、それから前景の3840ピクセル×ことの1440ピクセルというような映像レイヤーの構成で成り立っているのがこの劇場の2枚の映像レイヤーに関してになっております。ですね、まさに、ここにステージ上にですね、立っている私と CG 上の虚像が、並列して何事かを進めていくというようなことも可能になっております。ですので、そういった意味でいくと、我々が想定している長期公演のようなものとは別に、ワンオクで、アーティストさんと、あるいは、タレントさんと、CG が共存するような仕組みということも可能になっているというようなお話になります。でさらに演出の仕方としてはいろいろありまして、こういった形で、前景を流れてくる、人物と、それから背景を歩いてくる人物と、それからステージ上にいる私というところで3層にわたって映像レイヤーを使うことができるというようなお話になりますと、やはり、奥行き感が生まれてくるので、演出的にさまざまなトライアルができるというのが、この劇場のやはり映像の作り方、あるいはステージの作り方の面白いところになってくるのかなというふうに今考えております。ちょっとざっと駆け足になってしまいましたが、こういった形で我々が今何を考えているかと申しますと、やはり、これはですねデータで、ステージ上を制作して完結することが可能というようなところで言いますと、一つポイントとしては全く同じしつらえの、劇場を、副次的に作っていくことができれば、例えば大阪、名古屋、海外も含めてですけれども、それが、ブラジルであれ、ロンドンであれ、
同じ仕組みの劇場があればデータを送信するだけで映画と同じようにですね、舞台公演を実施することが可能な仕組みになっています。やはり、我々としてはですね、この横浜に作った VR シアター、一環だけで、事業モデルを構築しようというふうに考えているわけではありません。ハードウェアをたくさん作っていくことによってこの公演コンテンツを、世界的にですねネットワークして、より広い証券に向けてビジネスを展開していくということを最終的な目標にしております。ですので、それなりの規模感、それからそれなりの展開力を持って、今後展開していこうと思っておりますので、ぜひご期待いただければと思います。簡単にありましたが、私の方から以上になります。はい、ありがとうございました。